今年の夏は暑くなりそう？今年の夏はマジで笑えるくらい暑くなるんだってさ。7月から8月なんて灼熱地獄確定で太平洋高気圧ががっつり居座るらしいからさ。まあ覚悟しとくんだな。夏が暑いと虫も増えるかな？そりゃ増えるに決まってんじゃん。特に今年みたいにバカみたいに暑い夏だと虫たちも元気もりもりになるらしいから覚悟しとけよな。はーい。ということで、チャット GPT に聞くまでもなく今年も暑いです。最近は秋冬メインでキャンプに行く方も多いかと思いますが、それでもやっぱり夏はアクティビティも多いし、ビールもうまいし、夏キャンプはいいんですよね。今回は夏の4大課題、虫、暑さ、食材管理、雨対策にまつわるアイテムをご紹介しようと思います。それぞれの課題にはスタイルや状況によって様々な解決方法がありますが、個人的にいいと思ったアイテムをピックアップしてみました。もちろん僕がまだまだ知らないアイテムが世の中にたくさんあるので、他にもこんなのあるよとか、もしあればコメント欄で教えてください。それでは最初に虫対策からいきましょう。僕が考える虫対策は3種類あると思っていまして、1つ目が近寄らせない対策、2つ目が刺されない対策、3つ目が刺された後の対策。例えばメッシュ付きのシェルターだったり、こういったね、肌に吹きかける、虫除けスプレーだったり、そういった基本的な虫対策はしつつ、プラスアルファで先ほど紹介した、3つの中から、個人的に効果がありそうなものを、紹介していきたいと思います。1つ目の近寄らせない対策はサーマセルのバックパッカー。OD 缶で加熱するタイプの虫除けで、上部に取り付けた専用シートから薬剤が散布されて虫が近寄ってこないアイテムです。使い方はシングルバーナーと同じ要領でガス栓をオンにして着火するだけ。着火しているかどうかは小窓から覗いて確認ができます。いやこれね、ここ 2,3 年毎年使ってるんですが、本当に効果が高いと感じています。ただですね、強力な薬剤なのでテント内で使えないことと、本体が熱くなるので子供やワンちゃんがいるとちょっと使いづらいっていうのが難点ですね。なのでファミリーで行く際はこれを使っています。アース製薬とコールマンがコラボしたどこでも使えるアースノーマットコールマン180日用。こちらは電池式で無臭低刺激なので、子供やワンちゃんがいてもテント内で使用ができます。必要な単3電池は2つ、付属のカートリッジは名前の通り180日間持続します。僕の場合は撤収時に開けっぱなしにする車内において、虫と一緒に帰宅するのを避けてます。いやしかしいい天気ですね。さてここらで夏ならではのアクティビティをしようかと思います。当然先ほどの虫対策っていうのはサイト周り限定です。一応ね2つとも移動することはできますが、風が強かったりハイキングなどのアクティビティ中には効果がないですよね。ということで2つ目の刺されない対策、登山ブランドミレーのインセクトバリアシリーズ。今日これらをずっと着ていました。特にこういった水辺のサイトは刺す系の虫が大量にいますよね。服をいっぱい着込んでね、物理的にガードするのが一番効果的だと思うんですけど、服の生地によっては、薄かったら刺されたりもするし、特に背中とかいつ刺されたみたいな、そういうのもあるし、かといって着込むと暑いし、薄いと刺されるし。でこのインセクトバリアシリーズは生地自体に接触忌避剤っていうものが配合されています。どういうことなのかと言いますと、虫がピトってついてもですね、嫌がってパッと離れていってくれる、そういったものになりますね。加えてさすが登山ブランド、通気性も抜群なので一見着込んでいるようでもかなり涼しいです。着てる方が涼しいかもしれん、もしかしたら。さらに UV カットのレベルを示す紫外線保護指数は最高値の UPF50 プラス。虫対策をしつつ日焼け対策もできますね。いや若い時は日焼けがかっこいいと思ってたんですけど、もうおじさんでやっぱシミにもなっちゃうし、なるべく日焼けはしたくないので、これはありがたいですね。いやマジでいいな。さらっとしててね、当然動いてるんで汗はかいてるんですけど、さらっとした着心地でベタつかなくて気持ちいいですね、このシャツ。いいね。夏のアクティビティってついつい無防備になりがちなんですよね。テンション上がってすっごい楽しんでても、帰ってきてあれ刺されてるじゃんって気づくこともあるので、何も心配せず楽しめるっていうのはいいことですよね。でこれね、速乾性も高いので多少濡れたとしてもそのままサイトに帰ってこれます。
ちなみに生地に配合されている接触忌避剤ですが、自然由来のものなので肌が弱い方でも問題ありません。これ子供用も作ってほしいな。弱点を挙げると、接触忌避剤は洗濯すると落ちてきてしまう点です。ただ一般的な接触忌避剤が配合されている生地に比べるとかなり耐久性は高いようです。今回はシャツと T シャツとタイツを着ていましたが、他のインセクトバリアシリーズはネックチューブやロング T シャツ、アームカバーなどあるので、気になる方はホームページをチェックしてみてください。いや、虫がそこまで苦手じゃないけど刺されるのは嫌って方の場合は、もはやこれだけでいいんじゃないかな。さて次は仮に刺されてしまった場合のアイテムをご紹介します。もう結構有名ですが、カメディのヒートイット。スマホに接続して刺された部分を加熱、かゆみなどを抑えるアイテムです。僕は iPhone16 なので USB-C のものを持っています。ライトニング端子バージョンもありますね。使い方は専用アプリをインストールした状態のスマホに接続して、刺された部分を約50度で加熱。どういう仕組みかというと、かゆみの原因であるヒスタミンや毒素の働きを抑制するサーマルセラピーという療法みたいです。実際かなり効きます。本体自体はコンパクトなので、キーホルダーとかにつけておけばいつでも使えますね。いや、ほんとよく考えますよね。はい、じゃあ次、暑さ対策。基本的な暑さ対策としてはですね、着るもの、飲むもの、テントに遮光加工がされているのかどうか、サイトの選び方、そもそも体力をつけておくなど、いろんなね対策があるとは思うんですけれども、個人的には一番長く、涼しいと感じられるのはやっぱり扇風機だと思いますね。なんだい普通じゃないかと思われるかもしれませんが、キャンプ用の扇風機ってめちゃくちゃ種類があって、細かく見ていくと結構違います。そこで個人的にこれはいいぞと思ったのはこれ、エレコムのプライベートブランドネストアウトのサーキュレーターファン1。一番の特徴はバッテリーが搭載されていないこと。一見デメリットのように感じるかもしれませんが、過去に使ってきたバッテリー内蔵のポータブル扇風機は今日で昼間に長時間使っていると寝る時に使えないなんてことがあったり、明らかに去年よりバッテリーがへたっていたり、最近はバッテリーの発火事故も多いので暑い車内に置きっぱなしにできなかったり、意外とデメリットが多いです。でこのファン1は同じネストアウトシリーズのモバイルバッテリーで給電するか、普段使っているモバイルバッテリーでも使用ができます。もちろんポータブル電源でもいいと思います。基本的な機能としては首振り、タイマー、風量調整、あとは首が90度上に向くので冬のサーキュレーターとしても優秀ですね。オプションはポールクランプと収納ケース。いやこれずっと売り切れで手に入れられていないので画像で失礼します。足を取り付けるネジは4分の1インチネジなのでカメラ三脚にも取り付けられますね。なのでオプションが手に入らない場合はスモールリグというカメラ用のアームを使ってもいいと思います。なんかこういうポールに取り付けられるっていうのもいいですよね。サイト内での暑さ対策はだいたいこのファン1で解決しますが、問題はサイトから離れたり設営や撤収の時ですよね。炎天下の場合はもはや命の危険があります。はい、というわけで、次は瞬間的な暑さ対策、熱中症対策ですね。体に密着させるひんやり系アイテムといえば、ネッククーラーだったりとか、あとは使い捨てのアイテムだったりとか多々あるとは思うんですけれども、僕がおすすめしたいのはこちらのピーコックのアイスパックシリーズ。真空ボトルに入れられる氷のうで、それぞれシリコンタイプのサイズ違いのものと布タイプがあります。どれもいいんですが、個人的にはシリコンタイプのラージがおすすめです。というのもシリコンタイプは洗えることと、水を入れて冷凍庫で凍らせて持っていった場合、最大16時間も0度をキープしてくれるので、キャンプ場に到着してからもしばらく使えます。もし溶けてしまったり凍らせるのを忘れてしまっても、キャンパーの皆さんは基本的に氷を持っていっていると思うので、氷を追加すれば大丈夫です。ラージタイプは口が広いので入れやすいっていうのもポイントですね。またこの真空のボトルは缶クーラーにもなります。灼熱の設営が終わって氷のうで首を冷やしながらビールを飲んだらもう最高ですよね。夏でビールといったら焼肉でしょう。ということで夏の課題としてこの生物の管理はめちゃくちゃ大事ですよね。特に肉。僕はコールマンのスチールベルトクーラーをもう10年近く使っています。
最近は真空断熱パネルのクーラーボックスも安くなってきましたが、このスチベルへの愛着もあるし、買い替えるのもなぁと思っているので、今持っているクーラーで保冷力を上げる工夫を紹介します。まずはクーラーボックスに内蓋を追加するアイテム、ロゴスのサーマルバリアボード XL サイズ50リッター用、仕切り用の断熱ボードですね。クーラーボックスの保冷力は断熱材だけじゃなく、保冷する空間の広さも一つの要素です。この断熱ボードを使うことで内容物に応じて仕切れるので、冷気のロスが少なくなります。余った食材なんかを持って帰るときは保冷剤も弱くなっていてスカスカになってくるので、空間を狭められるのはいいですよね。また片面開きができるので冷気をなるべく逃がさないようにできるっていうところもいいポイントですね。サイズは25リッター用の M、35リッター用の L、50リッター用の XL とあるんですが、スチールベルトクーラーだと XL サイズがぴったりでした。これは持っているクーラーボックスの開口部のサイズを調べてから買った方がいいと思います。ちなみに他のパネルで青銅の真空断熱パネルマヒャドボードというものもあります。名前の通り真空断熱パネルで2枚セットです。こちらも上面の仕切りにしてもいいですし、内壁に沿わせてなんちゃって真空断熱クーラーにもできますね。実際ですね、このサーマルバリアボードも使って、食材や氷をこの2日間入れてたんですが、結構保冷力アップしてましたね。もう一つの工夫として食材や飲み物で小分けにする方法があります。探す手間をなくして開けている時間をなるべく短くしたり、液体が出るような食材を分けることで他の食材につくのを防止したり、食中毒のリスクも減らせますね。例えばタッパーのようなものに調味料系をまとめて入れたり、小さいソフトクーラーを使ってクーラーインクーラーのように使うのもいいと思います。こういうちょっとした工夫でもね、結構保冷力が変わってくるので、ぜひ皆さん試してみてください。今夜は気持ちよく寝れそうだ。覚悟しとけよな。おはようございます。いや、いい朝ですね。すごくね、いい天気なんですけれども、雨対策をご紹介していこうと思います。基本的な雨対策としては、水はけのいい砂利サイトを選んだり、撤収の最後にタープを片付けたりとか、あとはすごい撥水する雨具をね身につけたりとか、いろいろあるとは思うんですけれども、大雨が降っちゃうとね、もうどうしようもないですよね。なので、もう雨に濡れるっていうことを受け入れて、少しでもそのストレスを軽減するような、そんなアイテムをご紹介していこうと思います。どこで一番ストレスを感じるかというと、個人的には撤収時だと思います。家に帰ってから干す前提でさっと撤収することができると思っていれば、急に雨が降ってきても動揺しませんよね。ということで、車に乗せる際の収納アイテムをいくつかご紹介しようと思いますが、スタイルやギアの量によって変わるので、3つほど用途別でピックアップをしてみました。まず1つ目はザ・オフロードクラブのハンモックバッグ。後部座席にハンモックのように引っ掛けるバッグで、頑丈なコーディラファブリックと PVC 加工で濡れ物をそのまま入れても問題ありません。靴とかいいですよね。これは濡れ物じゃなくても買い物袋としても優秀で、普段から愛用しています。ちなみに後部座席だけじゃなくて、助手席にこうやって片方だけかけてガバッと開いておく、それでも全然大丈夫です。立つんですよ。だからね、急ブレーキとか坂道とかで荷物がボロボロって落ちていかないんですよね。これがね、いいんですよ。2つ目は IKEA のフラクタトロリー用バッグ。これは濡れ物を入れるというより、積載するときに濡れ物と一緒にしたくないシュラフや服などをガバッと入れられます。シュラフをメッシュの保管袋で入れている方も多いと思いますが、ちょうど入りますね。防水と歌ってはいないですが、全然問題ありませんし、とにかく安いので持っていて損はないと思います。店舗が近くになくても Amazon でも買えます。3つ目、野良袋。110リットルサイズの頑丈なビニール袋ですね。かなり分厚いです。これは濡れたテントやタープなどをガサッと入れる用としていいと思います。これのいいところは厚みですね。ポールを入れても突き破る心配もないです。似たようなものでコールマンのドライバッグ90リッターがありますが、口が狭いので個人的にはこっちの方が価格的にも使い勝手的にもいいと思います。しかもこの点線の通りに切り込みを入れていくと、緊急用のポンチョになります。
はい、というわけでいろいろと紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。他にもいろんなアイテムや対策があると思います。もう夏は暑いからキャンプ行くのやめようかなって、ちょっと待って、諦めるのは早いよ。バッチリ対策をして、めちゃくちゃうまい焼肉食って、めちゃくちゃキンキンに冷えたビールを流し込んで、最高の夏キャンプ、皆さん楽しんでいきましょう。キム兄さんでした。バイバイ。まあ無理はすんなよな。